はい、どうもこんにちは。ここではモーショングラフィックスの基本として50のモーションの作り方を After Effects を使って学んでいきます。この動画は図鑑のようになっているので、1回で学ぼうとはせずにわからなくなったら戻ってみたり、気になるところから学んでみてください。もちろん After Effects の初心者でも基本的なところから学べるので、ぜひとも参考にしていってみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。ということでまずは基本を見ていきながら解説していきます。After Effects の編集画面を開きますが、今回はこの完成したマップのプロジェクトファイルを見ていきましょう。プロジェクトファイルマップは知りたいアイコンをダブルクリックすることでその動きをチェックすることができたりします。プロジェクトファイルは配布していると思いますのでダウンロードしてみてください。ということでまずはコンポジションの設定です。コマンド N で新しくコンポジションを作成するか、コマンド K ですでに作ったコンポジション設定を開きます。今回は縦と横が200の正方形で作ってみます。そうしたらまずは動かすまんまるまるちゃんを作っていきます。上のシェイプツールのところで長押しをして楕円形ツールを選択します。この状態で画面の中をドラッグすると円を描くことができますね。そしてシフトキーを押すとまん丸の円になります。さらにコマンドキーを押すとドラッグしているところの中心で円になります。この楕円ですけれども今は線だけついておりますので、この線をなしにしておいてから塗りを白で設定しておきましょう。ここで画面いっぱいに円を作りたい気分ということで楕円形ツールをダブルクリックして円のシェイプを作成しましょう。この円も端っこをシフトキーとコマンドキーを押しながらドラッグするとサイズを変更することができます。白玉団子みたいです。またシェイプレイヤーのコンテンツから楕円形と進むとここで数値として円のサイズを変更することができます。ここではこんな感じで設定してみましょうか。そしてレイヤーを選択してキーボード P で位置を表示します。この位置ではシェイプをこんな感じでギュインギュインと動かすことができます。ということで試しに0秒地点で位置にキーフレームを打ちましょう。そして1秒後に進んで白玉をこんな感じで画面の外に出るように X 軸の数値を上げていきます。すると画面の奥に飲み込まれる白玉団子の完成。このキーフレームは2つ選択しておいてこんな感じでドラッグすることでアニメーションが始まるタイミングを変更することができます。そうしたらちょっと手前でまたキーフレームを打っておきます。ここは同じなのでこの間の数値に変化はないため白玉は動きません。そして今度は0秒の地点で1の X 軸を動かして画面の左外に出してあげましょう。さあするとお口に入れた白玉を丸飲みするといったような動きが出来上がります。丸飲みは危険なのでやめてほしいですね。この動きはリニアといってずっと同じ速度で動いています。ということで全てのキーフレームを選択して右クリックを押してからキーフレーム補助に進みます。ここで Easy Ease を選択します。もしくはこの隣にも書いていますが F9 キーでもこれを適用することができます。この Easy Ease というのは簡単に言うとキーフレームのアニメーションを滑らかにする効果があります。このグラフエディターを開くとグラフで確認することができますね。今は速度グラフというのを選択していますが、こんな感じで動きの最初と最後はゆっくり徐々に行われて中間では速度が速くなっていることがわかります。猫猫猫ちゃんの耳みたいです。ちなみに最初のリニアの動きだとこんな感じで角張っています。速度がずっと同じなのがわかりますね。このグラフなんですけれども編集をすることができます。今回は同じ動きを作っていくのでキーフレームをすべて選択しておきます。そしたらハンドルをドラッグして真ん中に寄せるようにグラフを作っていきます。さあこんな感じで真ん中ギュインってなってるグラフにしてあげることで白玉ちゃんも途中でギュインと動くようなアニメーションになってます。ということで移動のアニメーションは出来上がりです。一つ目ということで結構丁寧に解説していきましたが、これから説明する内容では一度説明したことは結構はしょっておりますので、わからないときは何度か戻ってやってみてください。じゃあ次行くよい。続いては回転ぐるぐるを作っていきましょう。まず完成した動画を見てみるとこんな感じで十字がぐるぐる回っております。ということで早速十字から作っていきます。十字のシェイプを作るときはさっき使ったシェイプツールを使って長方形ツールを選択してダブルクリック。すると画面いっぱいにシェイプが作成されます。今回は塗りを白にしておいて線はなしにしています。そしてコンテンツの長方形、そしてサイズへと進んでいきましょう。このサイズのチェーンを外すことによって縦と横を別々に設定することができます。ということで今回横に長いシェイプを作っております。一度作ったシェイプはこのチェーンをオンにしておくことによって再びサイズを変えた時に縦と横の比率を変えずにサイズを大きくしたりすることができるようになります。さあということでこれで長方形は完成ですが、十字を作るということでこの長方形1と書いているやつを選択してコマンド C でコピー。
そしてコンテンツのところでコマンド V で貼り付けをすることによって、こんな感じで長方形2が出来上がります。長方形のクローンみたいなもんですね。そしたらトランスフォーム長方形というところで回転のところを開いておいて、これを90度まで回転させていきましょう。さあ、こうすることによって十字が出来上がり。なんかバミリを思い出しますよね。で、今使ったのが長方形の回転なんですけれども、これは長方形自体を動かすやつですね。それとは別にですね、トランスフォームのところにある回転というところを見ていきます。この回転を動かすことによって十字架全体が動くようになります。このシェイプの回転とレイヤーの回転、別々に考えておきましょう。さあ、ここまでできれば、あとはキーフレームの作業。回転のところにキーフレームを打っておきます。そしたら1秒の地点に動かしておいて、ここでは回転を1回転だけさせておきます。そうすると1秒かけて1回転するような動きが出来上がります。じゃあこの2秒のところでダイヤモンドちゃんを置いておいて、これは数字が変わらないということですね。そして今度は3秒のところに動かしておいて、今度は回転の数を2に設定します。こうすることによって回転ピタッと止まって、さらにまた回転という動きを作ることができます。そしたらこれらのキーフレームは全て選択しておいて F9 で Easy Ease。この Easy Ease を使うことで滑らかな動きが出来上がりますが、ここでちょっと余談としてキーフレームの入る速度と出る速度について見ていきます。ということでキーフレーム全部選択して右クリック、それからキーフレーム速度を選択します。ここには入る速度と出る速度というのを設定することができます。入る速度というのはそのキーフレームに入ってくる時の速度。そして出る速度というのはそのキーフレームから出た後の速度を示しています。ということでここ入る速度と出る速度100度という風に設定しておきましょう。さあするとどうなるかっていうと、全てのキーフレーム入る速度出る速度が100度になるんですけれども、こんな感じのグラフになっていきます。するとこんな感じで真ん中2つの止まっていたはずの速度の入る速度と出る速度がそれぞれ100になってしまったので、動き続けなきゃいけなくなってしまうわけですね。するとこんな感じで完全に止まるのではなくて、若干余韻を残すような感じで動くようになります。他にこの速度の変化については、このハンドルを動かすことによって選択することができます。今回はこんな感じで山を急勾配にしていきましょう。すると中心のところで急に速度が速くなるので、こんな感じでめちゃくちゃ速くなります。もうゲームの世界だとこれ結構強いカッターの技みたいな感じになってますね。ということでこんな感じで回転でいろいろと遊んでみてください。じゃあ次行くよい。続いては不透明度を使った点滅をするようなアニメーションを作っていきます。ホタルみたいな感じですね。ということで点滅と言いつつシェイプの作り方を見ていきます。今度はシェイプツールの多角形ツールを選択してダブルクリック。するとこんな感じで五角形ができます。この多角形の多角形パスを開いて頂点の数を3にすることによって三角形が出来上がり、そしたらこの三角形の外半径の数値を下げることによってサイズを調整することができます。このシェイプ自体は画面内をドラッグ&ドロップすることによって動かすことができます。ということで早速不透明度でアニメーションを作っていきます。これも簡単です。不透明度にキーフレームを入れておいて、今回は 1.5 秒ぐらいのところで不透明度の数値を0にしておきます。そしたら今度は3秒のところで不透明度を100にすればホタルみたいな点滅が完成。あとはキーフレームを全て選択しておいて F9 で Easy Ease を適用すればいいのではないでしょうか。ここも簡単ですね。After Effects の基本ということで初めて使う漢字はこんな感じで慣れていってみてください。じゃあ次行くよい。続いて4つ目はスケールのアニメーションを作っていきます。ただ大きくするだけではなくて横と縦を別々に動かす方法も見ていきたいと思います。ということでここでは長方形ツールを使って長方形を書いておきます。そしたらここでは前にも説明した長方形パスのサイズの設定です。今回はサイズは10くらいに設定しておきます。そしたらキーフレームを打っておきましょう。そして1秒の地点に移動しておいてサイズを100に設定。これだけで10から100に大きくなる長方形のアニメーションが出来上がり。これだけなら簡単ですね。続いて1秒から2秒に行く地点のキーフレームを打っていきます。ここではサイズの縦横比のチェックを外します。そして今回2秒の地点では X 軸は20にしておきましょう。すると縦と横が同時に動いていた1秒までとは違って1秒から2秒までは X 軸だけが細くなっていきます。人間もこんなに簡単に痩せられるといいんですけどね。続いて3秒の地点では最初のサイズに戻していきます。ということで0秒の地点のキーフレームを選択してコマンド C でコピー。そして3秒の地点でコマンド V で貼り付けておくと最初の時と同じ数値になります。こんな感じで今回の動画は全部ループするような感じになっているっていうのはお気づきでしょうかね。
さあこれだけで大きくなったり縮んだりするアニメーションが出来上がり、これら全てを選択して F9 キーで Easy Ease を適用すると滑らかな感じで動くようになります。ただしこれだけだとなんだかちょっと物足りない気がします。ということで今度はこれら全てのキーフレームの動きにちょっとした緩急をつけていきます。このグラフエディターを開いておきましょう。そしてキーフレームをこんな感じでドラッグするとハンドルが出てきます。このグラフなんですけれども、こんな感じで赤と緑で分かれていますが、赤が X 軸、緑が Y 軸を示しております。こんな感じで赤と緑をずらして表示してもいいですね。同じ動きにしたい場合はこんな感じで合わせておくといいです。今回はこの後半のところに関しては赤と緑をこんな感じでずらしてあげましょう。こんな感じで前半の方で速度を速くしたいときは前半のところに山が来るようにしておきます。中央で速度を速くしたいときはこんな感じで中央に寄せていきたいと思います。さあそうするとこんな感じで動きがバラバラになってきました。こんな感じの速度を組み合わせていきながら理想的な動きを作っていきましょう。じゃあ次行くよい。それでは続いて5つ目はこちらのパスのトリミングのやり方を見ていきます。パスのトリミングというのはこんな感じで線が入ってきたり出ていったりする動きのことです。ということでまずは線を作っていきます。線を作るにはこちらのペンツールを選択しておいて塗りの色はなしで、そして線の太さは適当に決めておいてください。色は白にしております。さあということでこんな感じで線を描くときは適当に描いていきます。描いた後の線はドラッグすることによって動かすこともできます。線を描いたらキーボード V とかでペンツールを外しておきます。描き終わった線はシェイプレイヤーのコンテンツの横にある追加のところからパスのトリミングを選択しておきます。するとパスのトリミングが追加されました。この終了点の数値を0にすることによって左上、つまり書き始めたところから始まるようになります。ということで終了点0でキーフレームを打っておき、2秒の地点でキーフレームをマックスにするようにしておきます。さあこれで線が順番に現れるようになりました。小学校の時こんな感じの線をグラウンドに引いた思い出があります。続いてはこの線を消していきたいので開始点のところにキーフレームを打ちます。これは0秒の地点に一旦動かしておきます。そしたらこの開始点を100にすることによって今度は逆に線が消えていく動きが出来上がります。これらのキーフレームは F9 キーで Easy Ease を適用しておきましょう。このままだと線が出てくると同時に消えるので画面上に何も変化がなくなります。ということで線が消えるキーフレームだけ選択しておいて、これは後から遅れてやってくる一国道スタイルでやっていきましょう。さあこれで線が出てきて途中で線が消えていく、そんな感じのアニメーションが出来上がります。しかも Easy Ease を適用しているので動きが滑らかなみちゃん。こんな感じでパスのトリミングもやってみると面白いですね。じゃあ次行くよい。続いて6つ目のアニメーションはバウンスのアニメーションです。このバウンスのアニメーションは移動とかスケールを組み合わせたものなんですけれども、モーショングラフィックスやアニメーションを作る際の基本となりますので、考え方だけでもわかるようにしておいてください。キーフレームを見てみるとこんな感じでいっぱい打たれていますが、一つずつ見ていけば多分簡単です。じゃあ見ていきましょう。まずとりあえず長方形ツールでサイズ50ほどの正方形なんですけれども作成しておきます。そしたらまずは位置の動きを作っていきましょう。位置なんですけれども、こんな感じで上から落とすということで上のところに設置しておいてキーフレームを打っておきます。そしたらこの位置を下に配置していきます。今回は150のところで行ってみましょう。これは後でちょっと数字は変わるかもしれないんですけれども、こんな感じで下に落ちていく動きが出来上がり、そしたら今度はもう一回上に配置しておきます。今回はあえて同じ高さにしておきます。本当はバウンスするときはね、ボールとかだとどんどん高さが低くなって最終的には地面で止まるという、そういう動きになると思います。続いてはシンプルにスケールの動きを見ていきます。実際このままスケールで、このスケールの縦横比を外して実際ここで Y 軸の数値を下げると、こんな感じで真ん中中心にスケールが変わっていくんですね。これをリアルにしていくためには、本当はこのシェイプの下を中心にスケールが小さくなっていくようにしていきたいんですね。ということでそのためにはアンカーポイントというのを表示しておきます。このアンカーポイントというのは回転やスケールの中心となる点のことです。ということで先ほどこのシェイプを50で設定したので、このアンカーポイントを25に設定することによってちょうど真下のところにアンカーポイントが設置されるようになります。さあこれで下にアンカーポイント、つまり中心点がつきました。これでスケールを小さくするとこの下を中心にシェイプが縮んだり伸びたりするようになります。
で、この時もう一回キーフレームを打ち直すのはめんどくさいなって思うかもしれないんですけれども、キーフレームのところにインジケーターを合わせておいて、すべてのキーフレームを選択した状態で位置を変更することによって、このキーフレームの間隔、位置とかを変えずにそのまま移動させることができます。今回はこんな感じで25プラスで設定しておきます。さあ、これで地面に設置する動きができました。そしたらこの地面に設置した時にボールとかお豆腐でも何でもいいんですけれども、バウンスした時に縮みますよね。ということで、この地面に到達する前にキーフレームを打っておきます。そして地面に到達して空中に投げ出された後にもう1個キーフレームを打っておきます。この2つのキーフレームには同じ数値を当てはめています。そしたら今度は地面に到達したところですが、ここではスケールで X 軸を50ほど大きくしておきましょう。そしたらこの地面に到達したところですが、ここではキーフレームの X 軸を大きめに設定しておきましょう。さあ、これで地面に到達したところでちょっとボヨンとなるような動きが出来上がり、これが基本的なバウンスの仕組みです。ただこれだとちょっと不自然ですよね。ということで、ここからキーフレームの緩急をつけていきます。まずは位置を見ていきましょう。位置のキーフレームを選択しておいて F9 で Easy Ease。そして速度グラフのグラフエディターを見ておきます。このグラフエディターの考え方なんですけれども、今回物理的な動きを考えると、地面に到達した時が最も速度が速くなっています。ということで、地面に到達するところで速度がマックスになるように、こんな感じでグラフを動かしておきます。これで比較的自然に見えるようになったのではないでしょうか。そしたら今度はスケールの動きを見ていきましょう。これもすべて F9 で Easy Ease を適用しておきます。そしたらこのスケールも先ほどの位置と同じです。地面に到達したところで一番速度が速くなるように、このようにグラフを調整していきます。さあ、そうすると地面に到達するところが最も速度が速くなるようにできましたので、比較的リアリティがあるように見えたのではないでしょうか。とこのような感じで実際の物理的な動きをイメージしていきながら作るというのが、このモーショングラフィックスというのには大切になっていきます。ちなみにこれらの動きを速くしたい場合は、すべてのキーフレームを選択しておいて、オプションキーを押しながらドラッグをすることによって、これらの間隔を変えずにキーフレームの速さだけを変えていくことができます。このキーフレームはすべて選択してコピーしておいて、再び複製したりとかしておくと、また同じ動きを繰り返すことができますので、こんな感じでグラフをそれぞれ調整していくことができますね。さあ、これで繰り返すピストンのような動きが出来上がり。もう少し芸を細かくするのであれば、空中に投げ出された時とかに、今度はスケールの Y 軸がちょっと上に伸びるような感じにしてみると面白かったりするかもしれません。この辺はどこまで動きを面白くするのかといった表現の話になってきますので、人によってやり方は違うかと思います。ぜひ一度作ってみて基本的なことを学んでみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて7番目に紹介するのがリピーターのアニメーターというものを紹介していきます。リピーターというのはその名の通り何かを繰り返す効果があります。ということで早速見ていきましょう。まず輪っかを描いていきます。シェイプツールの楕円形ツールを選択して線を適当に決めておいてダブルクリック。そしたらコンテンツの楕円のところでサイズを100くらいに設定しておきます。そしたらこのシェイプのコンテンツの横にある追加のところを開いておきます。この追加のところからリピーターを選択しましょう。すると今作成した楕円形がリピーター、つまり複製されていくようになります。ここでコピー数を5にしておくことで合計5つの輪っかが出来上がることになります。そしたらこのトランスフォームリピーターというのを開いていきましょう。この1の数値を変更することによって輪っかの間隔を設定することができます。今回はまず最初に1の数値を0にしてキーフレームを打っておきます。そしたら1秒後のところでこの輪っかがずれるように動かしておきましょう。2秒後のところでは反対方向に動かしてみましょうか。さあ、これだけで輪っかが動いたりまた重なったりするという、こういった動きが出来上がります。今回そこまで難しくはないですが、これを組み合わせることによっていろいろとできるので覚えておいてください。じゃあ次行くよい。続いて8つ目がこのシャッターと言われる何かを壊すようなエフェクトを説明していきます。今回は初めてエフェクトについて触れていきますので、エフェクトの適用の仕方を学んでいってみてください。ということで今回は長方形ツールを使って適当にシェイプを作っておきます。とりあえずサイズは100に設定しておきましょうか。そしたらこの長方形に対してエフェクトを適用していきたいのですが、エフェクトのパネルを表示するには F5 を押すことによってエフェクトを表示することができます。ここから早速シャッターという風に打っておいて、このシャッターのエフェクトをダブルクリックするかドラッグ&ドロップで適用していきます。
するとこのような感じでワイヤーフレームが崩壊するようなやつができています。このエフェクトコントロールパネルというのがあるので、このエフェクトコントロールパネルのシャッターの表示、ここからレンダリングというのに設定することによって、元あるシェイプが壊れていくような、そんな動きが出来上がるようになります。このシェイプが今レンガのような感じになっているので、シェイプのところを開いてパターンのところからいろんなシェイプを選択することができます。今回はガラスパリンパリンということで、このガラスを選択していきます。さあ、そうすると雷の親父に叱られることなく好き放題にガラスを割るエフェクトが出来上がります。このフォースのところから動かす物理的な性質を変更することができます。強度を上げるとめっちゃ強い力で割れています。雷の親父ごとぶっ飛びますね。この辺は見せたいエフェクトに合わせて好き勝手に設定してみてはいかがでしょうか。基本的なエフェクトの適用の仕方が分かったところで応用編を作っていけたらと思います。じゃあ次行くよい。さあ続いてご紹介する9つ目はノイズです。今回はホコリのようなノイズと縦に傷がついたようなノイズの2種類をご紹介していきたいと思います。ということで今回はまずは平面レイヤーというのを作成していきます。コマンド Y で平面レイヤーを作成できます。これはシェイプとは違って単なる平面です。トランスフォームの項目だけが表示されております。この平面レイヤーにエフェクトを適用することが多いですね。ということで今回はエフェクト&プリセットのところからノイズと検索します。するといろんなノイズの種類があるんですが、ここでタービュレントノイズとフラクタルノイズというのがあるので、どちらでもいいんですが、ここではフラクタルノイズを適用していきます。すると平面がモヤモヤしたような感じになってしまいます。ということでまずここの明るさというところから明るさの数値を下げて、できるだけ白の部分の範囲が狭くなるようにしておきます。この状態でトランスフォームを開いておいて、スケールの数値を下げていきましょう。そうするとこんな感じでホコリのような感じが出来上がりました。そしたら今度はこのホコリを動かしていきます。ホコリを動かすにはこのランダムシードというのを使っていきます。今まではキーフレームというので動かしていきましたが、今度はエクスプレッションというのを使っていきます。この展開のオプションのランダムシードのところをオプションクリックをしておきます。するとこんな感じでプログラミングできるような窓が出来上がるんですね。ここのところにタイムと打っておきますが、日本語状態だと地名となってしまってます。これ英語設定に書いておきましょう。そしてタイム ×10 という風に書いておきます。このタイムというのは1秒間にどのぐらい動かしますかっていう設定をできるんですけれども、今回は1秒間に10ずつこのランダムシードというのが動くようにしておきます。さあこうすることによって画面内でホコリがうねうねと動くようになりました。これがホコリのノイズの作り方です。映像の上とかに設置したりとかできますね。続いては縦の傷のノイズの作り方です。今度はトランスフォームのスケールの縦横比の固定を外しておきます。そしてスケールの幅は小さくしておいていいんですが、スケールの高さを高くしてあげましょう。そうすることによって縦傷が出来上がります。スケールの幅とかも小さくしたりとか、あとは明るさとかですね、ここを調整することによって縦傷の感じが出来上がります。これを組み合わせるといい感じのホコリと縦傷という、ちょっとしたエモい感じのフィルム調の感じの映像に使うことができるノイズが出来上がり、結構いろんなところで使えるので、ぜひとも作ってみてはどうでしょう。じゃあ次行くよい。続いて10個目はオーディオスペクトラムという音に合わせて波形が動くようなエフェクトを作っていきたいと思います。好きな音楽とかがあればそれを使ってもいいかと思いますが、今回は私が自作した音楽を適当に入れております。ということでまずはじめとして適当に音楽を入れておきましょう。音楽レイヤーというのは初めて触れますが、こんな感じで L キーを押すとオーディオレベルを調整できます。そして L キーを2回押すと Waveform というのが出てくるので、これを見ていきながら使いたい部分を決めていくといいかもしれません。そしたらこの上に平面レイヤーを作成しておきます。そしてこの平面レイヤーに対してエフェクトからオーディオスペクトラムというのを探し出して適用しておきましょう。この状態だとまだ何も反応がないので、オーディオスペクトラムのオーディオレイヤーから今挿入しておいた音楽レイヤーを指定してあげます。さあこれだけで音に合わせて波形がうねうねと動くようになりました。これから調整していきます。さあそしたらこれからどう見えるかを調整していきます。まずは内側のカラーと外側のカラーですが、色は今回は白に設定しておきましょう。そしたら今度は開始周波数と終了周波数ですね。どの範囲の音帯をこのオーディオスペクトラムに使うかというのを設定しておきます。範囲ですね。今回は20から400の範囲を設定しております。続いて周波数バンドというのですが、これは単純にオーディオの線の数だと思ってください。だいたいこんな感じで少なめにするとシンプルな感じになってきます。他にも最大高さであったり、あとは線の太さだったり柔らかさというのも調整できます。
これも見せたい演出によって変えていくといいかと思います。そして最後に表示オプションに関してですが、これは反応させるオーディオスペクトラムの種類を変更させることができます。さらにサイドオプションでは上だけに表示したい時とか下だけに表示したい時とか、そんな時とかに使うことができます。こんな感じで作ってもいいですし、あるいはこんな感じでレイヤー自体を複製しておいて、この表示オプションだったりサイドオプションっていうのを変更しておいて組み合わせてみると面白い感じのエフェクトが出来上がりますので、ここのところは組み合わせたりとかしていきながら作ってみたいオーディオスペクトラムを調整していきましょう。結構これだけでも楽しい音楽動画が出来上がるかもしれません。じゃあ次行くよい。それでは続いて11個目はイージングということで、こちらはキーフレームの速度グラフについての解説です。今回はこの線に合わせてこのボールを動かしていきます。ということでこのボールを線に沿って動かすということで、位置に対してキーフレームを打っていきます。その際に単に位置の数値を動かすだけではなくて、このボールをドラッグ&ドロップすることで動かすことができます。ちなみに上のスナップというところにチェックを入れていると、このように磁石のように線の上にくっつくような形で動かすことができます。今回はこのボールを線の頂点だったり端っこのところに配置していきましょう。さあ、このような感じにしておきます。そしたら続いてはこのボールが滑らかに動くようにしていきます。この動く線のことをモーションパスと言いますが、このモーションパスを変更していきましょう。上にあるペンツールを使ってこのパスの点のところをドラッグすることによってこのモーションパスを滑らかにすることができます。ということでこんな感じで合わせていきましょう。ちなみにオプションキーを押しながらドラッグすることで片方だけ変更することもできます。さあこれで流れを見てみると、このように線の上にボールが沿って動くようにすることが出来上がりです。このままでもいいのですが、これらすべてのキーフレームを選択して F9 キーで Easy Ease を適用。そしたら速度グラフを見ていきながら編集していきましょう。速度グラフで速度を調整する際には、このような感じでグラフ自体が滑らかに見えるようにしていくことがコツです。グラフが滑らかで一続きになっていると、速度の緩急もいい感じで一つなぎになっていきます。また、キーフレームの勾配を変えるだけではなくて、キーフレームの間隔もここで変更してみるといいかもしれません。さあとこのような感じで速度が滑らかになるようになれば完成。速度のイージングを作る際には何度か挑戦してみて、実際によく見えるかどうかを確認していきながら進めていってみてください。じゃあ次行くよい。続いてご紹介する12個目のアニメーションはこちら旋回の動きを作っていきます。今回はシェイプに対して使っております。あらかじめ正方形のシェイプを作成しておき、ここのコンテンツの追加のところから旋回を選択しておきます。あとは非常に簡単ですね。この角度の数値を上げることによって、まるで万華鏡車輪眼のようにシェイプがぐるぐると回転するようになります。これを使って0から300に移動するようにキーフレームアニメーションを作っていきましょう。また少し面白い見せ方として、このシェイプレイヤー自体の回転も開いておきます。そしてキーフレームを打っておき、回転の数値を0から1に回転するようにしておきます。旋回と同じ方向に回転することによって回転しながらぐるぐると歪んでいく、そんなエフェクトが出来上がります。あとは旋回と回転を繰り返したところで元のキーフレームをコピーして貼り付け、そして全てのキーフレームに対して F9 キーで Easy Ease を適用すれば動きが滑らかになります。適用してシェイプの追加に慣れていってみてください。じゃあ次行くよい。続いて13個目のアニメーションは点滅の動きを見ていきます。この点滅は以前ご紹介した不透明度と似ていますが、今回は不透明度のキーフレームに対して停止したキーフレームに切り替える方法を見ていきます。ということであらかじめ作成しておいたシェイプレイヤーに対して不透明度にキーフレームを打っていきます。今回は100から0に切り替えておいて2フレームほど動かしてまた100。あとはこの2つのキーフレームを選択してコマンド C でコピー、そしてコマンド V で貼り付けておきましょう。これをところどころにやっておいて貼り付けておきます。さあこれだけでも点滅するような動きができてきます。ただキーフレームというのはその間の数値を保管してくれるようになります。なのでこのキーフレームの途中は半透明のような感じになってしまいます。これを少し変更していきましょう。すべてのキーフレームを選択しておいて右クリック、そして停止したキーフレームの切り替えを押します。すると最初に打っておいた 100% のキーフレームがずっと続きます。そして次に配置した 0% のキーフレームに到達したところで一気にキーフレームが 0% に変化します。
これが繰り返されるため点滅するような動きが簡単にできます。この点滅する動きというのはよく演劇とかでも見られる手法なのですが、ライトとか点滅している間に移動させることによってコマ送りのような感じで見せることができます。ということで、この点滅している間に大きさだったり位置のキーフレームを動かしてみていろいろと遊んでみると、モーショングラフィックスに新たな表現が加わるようになります。こういった手法も覚えておいて損はないので、ぜひともいろいろと遊んでみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて14個目ということで、モーフィングについて解説をしていきます。モーフィングというのは形を変形していって別の形へと変化する、そんな感じのイメージを持っていただけると分かりやすいかもしれません。ということで、今回は分かりやすくシェイプのモーフィングを作っていきます。今回はざっくりと3つのやり方をご紹介していきますね。まずシェイプの場合は多角形ツールを使うとやりやすいです。多角形ツールをダブルクリックして多角形パスを開きます。今回は頂点の数が5になっているので五角形が制作されております。この五角形の数を5となっておりますが、ここを3という風にすると三角形から五角形に変わるキーフレームアニメーションが出来上がります。これだけでモーフィングの完成です。あとは外半径とかもここで調整することができます。これだけでもシェイプが変化する簡単なアニメーションが出来上がりますね。ちょっとした工夫として回転の数値とかも変更するようにキーフレームアニメーションをつけると面白い感じになります。回転角度によって見え方が変わるので、この辺の回転は自由に決定しておいてください。ちなみに五角形の場合は 360÷5 が72なので、72度回転させておくとこんな感じで移動するようになります。そしてシェイプ以外の場合、モーフィングをするにはいろいろと方法があります。主に使われるのはこちらのパペットピンツールです。このパペットピンツールを選択して、このシェイプの好きなところに点を打ちます。そしてタイムラインを移動しておいて、このピンのところをそれぞれずらしていきましょう。さあ、そうするとシェイプ自体が歪むようになります。こんな感じでピンを使ってモーフィングをすることもできます。またその他の方法として、エフェクトからメッシュワープというのを探し出して適用してみましょう。ここでディストーションメッシュというところにキーフレームを打っておいて、これまたメッシュを動かしていきましょう。こうするとメッシュに合わせてシェイプだったりレイヤー自体を歪めていくことができます。ただ場合によっては歪んだ結果、ちょっとシェイプが崩壊してしまうこともありますので、ここはレイヤーによっていろいろと使い分けてみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて15個目としてオフセットについて解説をしていきます。オフセットというのは簡単に言うとずらすというような効果があります。今回は破線を使って解説していきますが、リピーターだったりシェイプアニメーションを使う際にはこのオフセットっていうのが結構つきまとってきますので、ここで考え方を理解しておいてください。ということで今回は長方形ツールを使って正方形を描いていきます。で、こんな感じで正方形を描いておいたら線のところを開いておきましょう。そしてこの線のところから破線と書いてあるところにプラスマークがあるので、こちらをクリックします。すると線が点々になります。もう切り取り線みたいな感じになってますね。この線分の数値を上げることによってこの線の幅みたいなのが変わります。今回は50としておきましょう。線の端っこを変えるにはこの先端のところを丸型にしておきましょう。そしていよいよお待ちかねオフセットです。このオフセットはずらすという効果がありますが、この破線のところでオフセットを使うとこのような感じで長方形の周りをぐるぐると回ります。椅子取りゲームみたいです。ということでこれにキーフレームを打つことによって線の周りをぐるぐる回る破線のアニメーションが出来上がり、ここはお好みでいいんですが、アニメーションとかする際にはこんな感じでループされるようにうまく数値を調整するなんてことも私はよくやります。このオフセットなんですけれども、例えばリピーターとかを追加した時にもオフセットっていうものがありますので、この数値を変更することによって何かをずらすことができます。たまにこのオフセットを使うことがありますので、そんな時は何かしらずらすんだなというふうに理解しておきましょう。ただしカツラやパンツはずらさないように。じゃあ次行くよい。続いてご紹介するのが電波のエフェクトです。モーショングラフィックスはよくわからないけれども、とりあえず何かしら動きをつけたいっていう人はこの電波っていうものを使ってみてはいかがでしょうか。文字アニメーションとかいろんなところに使うことができます。ということでやり方は簡単です。コマンド Y でまずは新規平面を作成しておきます。この平面に対してエフェクトから電波と打ってそのまま電波を適用しておきましょう。この電波のエフェクトを適用すると平面の色には関係なくデフォルトでなぜか青色になっててん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 という感じで広がっております。なんかこの青はあまり好きじゃないのでカラーは白に変更しておきましょう。
もちろん電波自体丸じゃなくて他の形に変えることもできます。この多角形のところから辺の数を3にすることによって三角形にしたりとかもできちゃいます。他にも下のウェーブモーションのところから方向とかも変更することができます。この辺の数値とかをいじってみるとなんだか面白い感じのアニメーションが出来上がりますので試してみてください。このエフェクトを何に使うのかって言いますと結構使い方があるんですが、個人的に面白いと思う使い方として、例えば上にこんな感じのレイヤーが配置されていたとします。このレイヤーにはフラクタルノイズを適用してますね。このレイヤーに対してディストーションのディスプレイスメントマップというのを適用します。そしてマップレイヤーで下のレイヤーを選択することによってこんな感じで電波に合わせて空間が歪むようになります。これを使ってちょっとした催眠術にかかっているようなそんな感じの映像とか作ったりとか結構自由にいろいろとできるのでこれで遊んでみてはいかがでしょうか。催眠術かかってますよ動画なんてのはあんまり作る機会はないかもしれませんけれども、特撮とか VFX 系を作るときとかには何かしら使えるかもしれませんね。じゃあ次行くよい。続いて17個目はタイルの動きについて解説をしていきます。タイルというのは一つのシェイプをタイル状に敷き詰めるような効果のことを言います。タイルを作るにはモーションタイルと CC レプタイルがあるので2つともご紹介します。今回はまずは長方形ツールを使って正方形を作っておきます。サイズはこんな感じで小さくしておきましょう。そしたらここにまずはエフェクトからモーションタイルを適用します。このモーションタイルではシェイプのタイルの幅とかを変えたり、あとはタイルの中心を変更することができます。この幅とか中心を変えられるのがこのモーションタイルの特徴です。続いてもう一つ CC レピタイルというのを適用してみます。すると今度はエクスパンドライト、つまり右に拡張、そしてエクスパンドレフトだと左に拡張、こういった感じで単にそのシェイプを拡張していくというのがこの CC レピタイルの効果です。このタイリングのところではリピートっていうのがあるんですけれども、その他にアンフォールドとかいうと、山折り谷折り形式で敷き詰めたりとか、どのように敷き詰めるかをここで設定することができますが、基本的に幅とかは変えられません。今回はタイルの敷き詰め方ということで、この長方形を画面いっぱいに敷き詰める方法について見ていきましょう。今回このまま長方形を敷き詰めてしまうと、画面いっぱいに長方形が並んでしまい、ただの真っ白い画面になってしまいます。そこでこの長方形とは別に、このレイヤー自体の周りに何かしらのスペースが必要です。ということで、このコンテンツの長方形をコピーします。そしてこの2つ目の長方形のサイズをちょっとだけ小さくしておきます。このちょっとだけ小さくした長方形だけが見えるようにしておきます。ということで、大きい方の長方形を選択しておき、ここの塗りのところから不透明度を0にしておきます。するとレイヤー自体は大きいんですけれども、表示されているのは小さい長方形だけになります。これで CC レピタイルのエクスパンドライトの通知を上げることによってレイヤー自体が複製されるので、このように長方形が複製されても余白ができるようになります。とこんな感じで画面いっぱいに何かシェイプを敷き詰める際はレイヤー自体に余白をつけるといいかもしれません。余白をつける方法としてはプリコンポーズするという方法もありますね。今回はシェイプを使ったのでこのような感じの手法を使っております。スケールとかで小さくしたりとかしていろいろと遊んでみるといいのではないでしょうか。背景の模様とかに活用してみてください。じゃあ次行くよい。さあ続いて18個目は稲妻のエフェクトについてご紹介します。正直稲妻を作るには手間をかければもっといい方法もありますが、今回はエフェクトだけで作れる稲妻の紹介をしていきます。作り方は簡単。新規平面レイヤーを作成しておいてエフェクト&プリセットから稲妻コードというのを適用します。このポイントを動かすことによって原点だったり方向というものを選択することができます。原点と方向についてはこちらで数値的に決定することができます。なので例えば画面の下に配置したい時とかはコンポジションサイズとかを考えながらここで数字を入力していくといいかと思います。ということで簡単なアニメーションということで原点と方向にキーフレームを打っておいて2秒かけて上に登っていくような動きを作っていきましょう。上に登っていくだけと言いつつも稲妻が本当に電気っぽく動いていますね。この稲妻の種類のところから稲妻の種類を選択することができるので、ここから選択することができます。特撮とかでは使えるかもしれません。このコアの設定というところでコアの太さとかを決定することができます。またこのグローの設定なんですが、個人的にはこのグローの設定は消しておきます。後でグローのエフェクトを適用すればいいからですね。またこのフォークのところで稲妻の分かれ具合を調整したりとか、あとその下の減衰のところで稲妻の長さを選択することができます。
そしてこのメインのコアの減衰を押すことによってコアの部分が減衰して結構シンプルな感じに見えるようになります。準備ができたところで、例えばここでグローを選択して適用してみます。するとこんな感じでちょっと光っていきますね。グローを適用することによってさっきの稲妻の中のグローとは違って細かく光り具合を調整することができます。なのでこんな感じでグローを適用したり、あとグローを複製して重ねたりしていきます。ぜひともちょっとしたエフェクト動画を作りたいときにはこちらの機能を使ってみてください。じゃあ次行くよい。続いてご紹介するのはパーティクルです。このパーティクルを使えば液体から煙までいろんなものが作れるめっちゃ便利な機能です。ということで早速見ていきますが、作り方は簡単。新規平面を作成しておいてパーティクルと打ってエフェクト内を探すんですけれども、ここに CC パーティクルシステムズ2と CC パーティクルワールドの2つがあります。この違いとしてはどっちも同じ機能なんですが、 CC パーティクルワールドは 3D 空間に対応しています。なので 3D カメラを使った時とかにはこっちを使うといいですね。今回は CC パーティクルシステム2を使っていきたいと思います。まずこちらのエフェクトを適用したら、パーティクルのところを開いてパーティクルタイプから今回はレンズコンベックスにしておきましょう。こんな感じで最初はパーティクルの種類を決めておくといいですね。あとパーティクルの色なんですけれども、これは平面設定を開いておいてから、ここで平面の色を変更することによってパーティクルの色も変更することができます。もしくは後で決めたい時とかはこんな感じで4色グラデーションとかを適用してみると色を後で変更することもできます。とりあえず今回は白でいきましょう。そしてパーティクルはバースサイズとデスサイズがありますが、バースサイズが生まれるサイズ、そしてデスサイズがパーティクルが消える時のサイズです。ここを0にすることによって徐々に消えていくようになります。このサイズバリエーションを上げることによってパーティクルのサイズの種類がいろいろと増えます。マックスオパシティのところを100にすると不透明度を100にすることができます。そしたら今度は物理的なところを見ていきましょう。このグラビティのところで重力を変化させることができます。こんな感じで0にすると画面中央に向かって吹き出しています。牛乳吹き出した時みたいです。このグラビティはマイナス方向にも変化させることができます。マイナス方向にするとパーティクルが上の方へと向かっていきます。そしてこのベロシティですが、ここを小さくすることによってパーティクルの速度、勢いを減らすことができます。今回は勢いが小さくなってグラビティがマイナス方向なので、ゆっくりと上に登っていくようになります。こういう表現はよく煙とかを作るときに使いますね。そして次はこのプロデューサーというところを開きます。ここでポジションとかを変更することができます。例えばここでポジションを下から上にずらしておきましょう。こうすることでパーティクルが上に広がるようになります。またこのラディウスというところでパーティクルの半径を調整することができます。ということでこんな感じで広げていったり、もしくは点から出現させたい時とかはこのラディウスを下げるといいかもしれません。なんかロケットみたいですよね。あとはこのバースレートというところを上げるとパーティクルが生まれてくる量を調整することができます。ということでこのバースレートのところにキーフレームを打っておいてバースレートを0にするとこれ以上は生まれなくなりますね。こんな感じでパーティクル調整できるようになるといろいろと面白いです。そしてこのロンジェビティはパーティクルの寿命です。ここを例えば 0.2 にしておくとすぐにパーティクルが消えるようになります。逆にこのロンジェビティを上げておくとずっとパーティクルが消えずに残るようになってくれます。この2つを利用することによって例えば花火を作ったりとかいろんなことができるようになります。アイデア次第でいろんなものが作れるようになりますので、ぜひともこのパーティクルの機能でまずは遊んでみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて20個目はオーディオリアクターについて説明していきます。オーディオリアクターというのはその名の通りオーディオに合わせて何かをリアクション、つまり反応させることです。今回はこのハートをビクビクと動かしていきます。ということで音楽が入ったレイヤーの上にハートがありますが、これは単純にハートと打っておいて変換すれば作ることができます。ということで準備ができたらこの音に合わせてハートを動かしていきます。音に関してはキーボード L を2回押すことによって波形を表示することができます。今回はこんな感じでビートが波形で分かりやすくなってますね。ということでこのオーディオレイヤーを選択しておいて右クリックからキーフレーム補助、そしてオーディオキーフレームに変換をクリックします。するとここにオーディオ振幅という新しいヌルレイヤーが作成されます。このオーディオ振幅のエフェクトコントロールのところを見てみると、こんな感じで左チャンネルから右チャンネル、そして両方のチャンネルと3つのスライダーが準備されています。今回は左チャンネルと右チャンネルはいらないので削除しておきましょう。そしたらキーボード U で両方のチャンネルを表示しておいて、そしてその下のハートのレイヤーのスケールを表示しておきます。
このスケールの横にある渦巻きを引っ張っておいて、両方のチャンネルのスライダーに接続しておきましょう。するとこんな感じでオーディオ振幅の数値に合わせて、このスケールの数値も反応するようになります。ただこれよく見てみると、両方のチャンネルのスライダーの数値がそこまで大きくないですね。ということで、スケールのエクスプレッションのところを開いておいて、ここで最後のところにプラス、そしてカッコの60と60という風に書いておきましょう。するとどうなるかというと、スライダーの数値プラス、スケールの数値をプラス60にすることができます。つまりこれでちょこっと大きくなりましたね。こんな感じでスケールで今回はやってみましたが、スケール以外にもあらゆる数値でここを調整することができるので、いろんなものをオーディオに合わせて動かしていくことができます。また当然ながらここの最後のところの数値を ×10 という風にやってみると、このスライダーの数値 ×10 倍になります。こんな感じでスケール以外にもいろんなことをオーディオに反応させられるようになりますので、ぜひともオーディオ振幅を試してみてください。じゃあ次行くよい。続いて21個目はループのアニメーションを作っていきたいと思います。ショート動画とかでループは結構使うので、なんとなくのやり方は把握しておいて損はないかもしれません。今回使うのはボールが四角形の上に跳ねるというこういう形を作っていきたいと思います。ということで、まずはボールが跳ねる動きを作っていきましょう。この丸いシェイプを動かしていきたいときに、これまでの復習をすると位置にキーフレームを打っておいて、今回は Y 軸を50のところに設定します。そしてループをさせたいのであれば、これら2つのキーフレームを選択して、ここにコピペをしていくことによってループをさせることができますが、これだと正直何度もコピペするのが手間です。ということで、ここでエクスプレッションというのを使っていきます。エクスプレッションというのはコーディングみたいな感じのやつですね。ということで、このストップウォッチをオプションキーを押しながらクリックして、この小窓を開いておきます。ここにループアウトという風に書いておきます。ループアウトというのは、このキーフレームが終わった後に動きをループさせるということです。ということで、ここのカッコのところにピンポンという風に書いてみます。ピンポンというのはキーフレームが終わったら、その動きを巻き戻して再び戻っていく、そういう動きをします。このキーフレーム2つを選択しておいて F9 で Easy Ease を使って動きをちょっと滑らかにしておきましょう。グラフエディタで速度グラフを開いておいて、ここで前半のところだけスピードが速くなるように設定しておきます。さあこれでボールがぴょんぴょんと跳ねていく動きが出来上がりました。キーフレームを何度もコピーしなくてもこれで永遠と繰り返してくれます。さあボールの動きができたところで今度はシェイプを繰り返す方法を見ていきます。今回はこの四角形を繰り返していきたいので、このコンテンツのところから追加を選択してリピーターを追加しておきます。ここで今回はコピー数は12くらいにしておきましょうかね。そしてトランスフォームリピーターのところを開いておいて、ここで位置を調整していきます。このトランスフォームリピーターの位置の X 軸を20に設定しておいて20ずつ増やしておきます。このオフセットの数値を下げていくことによってこんな感じで画面に広がるようになります。これはトランスフォームリピーターなので12個複製した長方形自体の位置をずらしています。これとは別に長方形の長方形パスの位置を動かしていきます。これはつまりリピートしたものすべてを含める位置です。ということでここで位置にキーフレームを打ちます。そしてタイムラインを見ていきながらボールが地面についたところで次の長方形のところに着地してほしいのでこの位置の数値をずらしていきます。先ほどリピーターで20ずつずらしていったのでこの位置も50から30、20マイナスで設定しておくとちょうどドンピシャで次のところに着地するようになります。あとは次の着地するところも同じくマイナス20に設定します。これを繰り返していきながら今回は2秒のところまでこのキーフレームを打っていきましょう。そしてキーフレームを打ったら全て選択して F9 キーで Easy Ease を選択しておきます。さあこれでボールが跳ねてちょうど着地するところに長方形が設置するようになります。さあこれで一旦ループの映像は完成するんですが厳密に言うとこれちょっとループはしていないんですよね。というのもこの最後の2秒後のところでキーフレームが終わるのですがここで0秒のところに戻った時に同じキーフレームがまた繰り返されるようになります。つまり厳密に言うと1フレームだけ映像が止まってしまうんですね。ということでここの2秒のところで次の0秒のところに切り替わるようにキーボード N を押してワークエリアを1フレームだけ狭めておきます。さあこうすることによって画面が止まらずに繰り返して映像が再生されるようになります。今回はシェイプで作ってみましたが、ショート動画とかでループ動画を作るときも似たような操作をするので、ぜひとも参考にしてみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて22個目ということで 3D 回転のアニメーションを作っていきたいと思います。
3D というとサイコロのようなものを使って説明することが多いんですが、今回はあえてリングのようなもので説明していきたいと思います。ということでまずはリングを作っていきましょう。まずは新規平面レイヤーを作成しておいて、ここで楕円形ツールをダブルクリックしておいてマスクを作成しておきます。こうすると通常の円が出来上がりますね。ここで 3D レイヤーのスイッチをオンにしておきます。さあするとここでキーボード R で回転を開くのですが、すると X 回転と Y 回転の2つの方向プラスで Z 回転というのも出現します。回転の場合はどうなるかというと、要するに X というのは横軸なので横に1本の軸が刺さっている状態、 Y 軸というのは縦なので縦に軸が入っている状態と考えてください。なので Y 回転を回転させるとこんな感じで縦の軸を中心に回転するようになります。ただしこの状態だと回転させても平面が回転しているようですね。立体的とは言えません。試しに平面のリングを回転させるとどうなるかというと、こんな感じでシェイプツールでリングを作ってみましたが、さあこれを回転させてもやっぱり平面が回転しているようですね。ということでこれを立体的にしていきましょう。この平面レイヤーに対してエフェクトから線というのを適用していきます。この線というのはその名の通り線を描くエフェクトなんですけれども、ここでパスのところをマスク位置に設定しておきます。そしてペイントスタイルを透明に設定しておきましょう。ブラシのサイズとかで線の太さを決めたり、ブラシの硬さとかも 100% にしておきます。さあこれでちょっと見えやすいようにこんな感じでサイズを小さくしておきます。端っこがちょん切れているので、ここのコラプストランスフォームというのをオンにしておくと 3D がちゃんと機能するようになります。さあこれで先ほどと同様に X 回転を回転させてみると、こんな感じでご覧のように立体的なリングになりました。これを使うことで誰でも簡単に立体的なリングを作ることができます。試しに Y 回転をオプションクリックを押してここにタイム ×100 と入力しておきましょう。タイム ×100 というのは1秒間に数値が100ずつ動くという意味ですね。さあこうすると1秒間に100度ずつ回転するアニメーションが出来上がりました。さあということで 3D を使った立体的な表現をするには回転させるというのがあるのですが、ぜひともいろんなところで試してみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよ。それでは続いて23個目はブラーのエフェクトについて説明します。今回はブラーを使った面白い表現も紹介していきます。基本的にはブラーは何かをぼかすときに使いますが、今回はこの四角いシェイプをぼかしていきましょう。四角いシェイプを準備したらこの上に調整レイヤーを作成しておきます。そしてエフェクト&プリセットからブラーと入力するといろんなタイプのブラーを選択することができます。今回は一般的に使われるブラーガウスというのを使っていきます。ここでブラーの数値を上げると、このままだと変化はありません。これはエッジピクセルを繰り返すにチェックが入っている状態だからです。このエッジピクセルを繰り返すにチェックが入っていると、画像とかをぼかすときに端っこのところが黒くならなくて済むんですが、今回のシェイプの場合はこのチェックを外さないとブラーが適用されないので、チェックは外しておきます。さあこれでブラーの数値を上げることによってシェイプがぼけるようになりました。さらにブラーの方向から例えば水平というのを選択すると、水平方向だけにブラーが適用されるようになります。これがブラーの基本ですね。試しに他のブラーも適用してみましょう。似たようなエフェクトとしてブラー方向というのがあります。これはさっきのブラーガウスとは違って一方向だけにブラーをかけることができますが、こんな感じで回転させていくことができます。回転させるとちょっと立方体っぽく見えますね。さあ、そしてここからが面白い効果を紹介していきます。このブラーを適用している状態でエフェクトからチョークというのを適用しておきます。このチョークというのは形を絞っていくような効果があります。さあ、するとこんな感じでシェイプ自体が小さくなっていく感じがしますが、これは形が絞られている状態です。なんとなくマシュマロのようなちょっと質感的には柔らかそうなイメージがありますね。さあこれは固体なのか液体なのかということで、それを知るためにもう一つシェイプを複製しておきましょう。そしてとりあえず調整レイヤーはロックをかけておきます。そしてこのシェイプレイヤーを動かしてみると、なんとこんな感じで液体っぽい表現を作ることができます。ちょうどバーベキューの時にマシュマロを焼いてみましたが、こんな感じでべちょべちょになりますね。ということでこのべちょべちょマシュマロなんですけれども、実際チョークのエフェクトがない状態だとこんな感じでブラーが重なっています。これをチョークで絞ることによって形が一体化するような表現になるんですね。上のスナップのチェックを外すことによってこのシェイプがカチカチとマグネットのようにくっつかなくなるので、画面内を自由自在に動かすことができます。これだけでもいろんな面白そうなアニメーションができそうですね。さあ他の種類のブラーも見ていきましょう。このブラー放射状というのは放射状にボケを加えることができます。
回転させてるようなイメージですね。回転させるとこんな感じでザラザラしたような質感が出来上がります。これも合成モードを変化させたりすると面白いかもしれません。他に個人的によく使うのはブラーカメラレンズはよく使います。例えば実写合成をした時とかにもカメラのレンズボケを作りたい時にこのブラーカメラレンズを使ったりします。ブラー半径を変更してシェイプの形を変えることができます。形っていうのはボケの形のことですね。とこんな感じでボケ方によって色々と表現が変わりますので、ぜひとも楽しんでみてはいかがでしょうか。じゃあ次行き。続いて24個目はワイプという表現を使っていきます。ワイプというのは拭い去るというような意味があります。車のワイパーとかがそうですね。ということで今回はシェイプをワイプさせていきましょう。まずこんな感じでシェイプレイヤーがあったらエフェクト&プリセットからワイプと入力します。すると実はワイプのトランジションっていうものが色々とあるんですね。これを使うことによって簡単にワイプを作り出すことができます。例えばこのアイリスワイプというのを使うことによって中心から何かしらのシェイプが広がって、そしてシェイプが消えていくような動きを作ることができます。他にもカードワイプだったらたくさんのカードがあるようなワイプ表現。そしてグラデーションワイプというのは別の素材を参考にしてグラデーション的にワイプをさせる表現。リニアワイプだったら一方向に作用するワイプの表現。そしてこの放射状ワイプを使うことで時計回り、半時計回りと回転させながら拭い去る表現。とこんな感じで作ることができます。とはいえ今回はモーショングラフィックスでもよく使うワイプの表現を作っていきます。まずはこのシェイプレイヤーのスケールにキーフレームを打っておきます。そして1秒のところにこのキーフレームを配置しておきます。そしたら一番最初のところではスケールの数値は0にしてシェイプを見えなくなるくらいまで小さくしておきましょう。これでシェイプが大きくなるアニメーションが出来上がります。そしてこのキーフレーム2つを選択して F9 キーで Easy グラフエディターを開きます。今までは速度グラフでお見せしていったのですが、今回はあえて値グラフを使ってみましょう。この値グラフにしておいてから、このハンドルを手前の方まで引っ張っておきます。これで最初の方で値が一気に動くようになりました。滑らかでいい感じだと思います。そしたらグラフを閉じておいて、このシェイプレイヤーを複製しておきましょう。そしたらこのレイヤーをちょっとだけ右の方向にずらしていきます。今回は最初にシェイプが広がって、同じ動きでこのシェイプが真ん中から消えていってほしいので、上にあるシェイプレイヤーに対してトラックマットを接続しておきます。こうするとどうなるかというと、この上のシェイプレイヤーがあるところだけに下のシェイプレイヤーが表示されるようになります。ただ今回は逆に上に配置しているシェイプのところは表示にしてほしいので、このトラックマットを反転にチェックを入れて、逆にこの上のシェイプのところは表示されないようにしてあげます。さあ、こうすることによって中心からシェイプが消えていくワイプのアニメーションが出来上がります。今回はワイプのアニメーションといったところですが、トラックマットの使い方をここでは理解できるようにしておいてください。さあ、このトラックマットの原理が理解できると、例えばタイトルアニメーションとかでもよく見るテキストをかたどったシェイプというのも作ることができます。ということで試しにここの上に丸という風に書いておいて、なんとかこのテキストの上のところに配置しておきましょう。そしてトラックマットを接続します。通常だとトラックマットで接続すると、接続したものに合わせてそのシェイプが表示されるようになりますが、今回は反転にもチェックが入っているので、逆にこの接続したテキストのところは何も表示されないようになります。ちょっとここのところは最初の頃は混乱するかもしれませんが、何度か使っていくうちに原理を理解してみてください。ってことで今回はワイプの使い方でした。ぜひとも真似してみてください。じゃあ次行くよ。続いて25個目はベガスについて説明していきます。このベガスを使うことによって、例えば回路基板のようなアニメーションとかが作れるようになるんですが、そんなに使用頻度は多くないかもしれませんね。ってことでまずはテキストで適当に文字を書いておきます。こうやって X って書いておくと某企業のロゴみたいになるので、それはそれでいいとしましょう。ということで今書いたこのテキストからパスを作る方法を説明します。テキストを右クリックしておいてから作成と進み、このテキストからシェイプを作成というのを作成しておきます。するとテキストの周りにアウトラインというものが出来上がります。これはつまりテキストレイヤーからシェイプレイヤーに変わったということですね。なので塗りと線を変更することができます。今回は塗りだけにしておきましょうか。そしたらエフェクトの描画のところからベガスというのを適用しておきます。そしてレンダリングの描画モードを透明にすることによって線の部分だけに何かしらのアニメーションができるようになります。
この線分数を変更することによってこの線の数を変更することもできますね。あとは回転のところをオプションクリックを押しておいてから、このエクスプレッションのメニューのところにタイムのエクスプレッションを追加しておきます。あとは好みで線の幅だったり硬さとかも変更しておくといいかと思います。今回はテキストをシェイプにする方法っていうことがメインかもしれませんが、それを行うことによってこんな感じでベガスのアニメーションを加えることができたりしますので、ぜひともいろいろと試してみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよ。さあ続いて26個目ご紹介するのはベンドのモーションです。こんな感じでうねうね動いてます。ということでまずは線を引いておきます。線の色は白に設定しております。そしてコンテンツのシェイプの線のところからいろいろと編集することができるんですけれども、線の端のところを丸型にすることによってこんな感じの線を引くことができます。そしてエフェクトのところから CC Bend It というのがありますので、こちらをまずは適用してみます。このベンドの数値を上げることによってこんな感じでどこかの点を支点に線を曲げていくことができます。これが一つ目の方法というか一つ目のエフェクトですね。このベンドのスタートとエンドを決めることによって線を曲げていくことができるようになります。このレンダープリスタートというところを設定することによっていろんなやり方で線を曲げていくことができます。そして最初にお見せしたエフェクトですが、それはこちらの CC ベンダーというのを使っていきます。この CC ベンダーも基本的には線を曲げるのに使うのですが、こんな感じで2つの点を決めておいてアマウントを動かすことによってちょっと線を歪めるような形で曲げることができます。このスタイルをシャープにすることによってこんな感じで中心をシャープに曲げていくことができます。他にもこのマリリンというのを使うことによってモンローのようなセクシーな感じで曲がるようになります。他にもこのボクサーだったらパンチを避けるような感じで曲がるようになります。これが曲げるのエフェクトの基本ですね。テキストモーションとかにも使えるかもしれません。他にもパペットピンツールとかで曲げる方法もありますが、簡単に手っ取り早く曲げたいのであれば、今回紹介した CC Bend It や CC Bender というのを使ってみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて27個目ご紹介するのはドットです。パターン背景とかに使えるかもしれません。ということで早速見ていきますが、まずは新規平面レイヤーを作成しておいて、エフェクト&プリセットから CC ボールアクションを適用します。この CC ボールアクションでグリッドスペーシングはスペースをいかに埋めるかっていうところなんですけれども、このボールサイズのサイズを下げることによって徐々にドットが見えるようになっています。これでグリッドスペーシングの数値を上げるとこんな感じで最初見せたようなドットの動きが作れるようになります。こんな動きを作ることはあんまりないんですけれども、とりあえず動きを作るということでやってみました。この CC ボールアクションはですね、このスキャッターというところを動かすことによってこんな感じでボールが拡散するような動きも作ることができるエフェクトです。これもいろいろと使うことができるんですが、例えばパターン背景以外にもこんな感じでグリッドスペーシングは0にしておいてボールサイズをこんな感じで決めておきます。そしたらこの上にテキストレイヤーで電気の電という風に書いておきましょう。そしてこの電は中央に配置しておきます。そしてこのさっき設定した CC ボールアクションのレイヤーをトラックマットでこのテキストに指定しておきます。さあこれでボールサイズとかを変更しておくとこんな感じでちょっと電光掲示板のような質感のテキストが出来上がりました。他にもこのグリッドスペーシングを拡大しておいてボールとボールの隙間を活用したちょっと不思議なテキストを作ったりと想像力次第でいろんなエフェクトをつけることができますので、ぜひとも CC ボールアクションドットを使っていろいろと試してみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて28個目は広がりスペーシングについてご紹介していきます。通常であれば楕円形ツールを使ってそれをリピーターで動かしていくというやり方が一般的なんですけれども、リピーターの項目ですでに説明しているので今回はテキストで説明していきます。実はテキストでも丸と記入しておくと丸いシェイプを作ることができるのでこれで使ってもいいかもしれません。今回は映画のタイトルとかでも使えるように広がるという風に書いておきます。そうしたらこのアニメーターのところから字送りというのを選択しておきます。するとトラッキングというのが出てくるので、このトラッキングの数値を動かすことによって広がるの文字が広がります。ということで最初にキーフレームを入れておいて最後のところで徐々に広がるようにしておきます。ついでにこのスケールのところで大きくなるエフェクトも追加しておきましょうか。さあこうすることによって映画のタイトル予告とかでも見るようなこんな感じの動きを作ることができます。
ちなみに現在は中心から広がっておりますが、中心から広がらない場合、段落のパネルを開いておくと、ここが中央揃えになっているかどうかを確認してみるといいかもしれません。左揃えだと左を中心に、右揃えだと右の文字を中心に広がるようになってしまいます。とこんな感じで広がっていくアニメーションを作ってみたり、映画の予告編を作る際にも参考にしてみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて29個目はラフ。つまり何かのエッジをボロボロにしていくような、そんなエフェクト、動きを作っていきます。この質感を作り出すエフェクトというのはたくさんあるんですけれども、今回は2種類ほどご紹介していきます。まずは楕円形ツールでシェイプを描いておきます。そしたらここにエフェクトからラフエッジというのを適用しておきましょう。このラフエッジの縁というところの数値を変更することによって、エッジの部分がギザギザになっていきます。このラフエッジはちょっとインクが滲んだような、そんな感じの質感を作り出すことができますね。例えばこういうのはテキストアニメーションとかで使ってみると面白いかもしれません。これが一つ目のラフの効果です。そしてもう一つエッジとかをぼかしていく方法なんですけれども、これはタービュレントディスプレイスです。これは結構使いますね。タービュレントディスプレイスを適用しておいて、サイズを小さくしておきます。サイズというのは歪めるサイズのことですね。そして量の数値を上げてみましょう。するとこんな感じで歪みの量が増えて、エッジの方がボケていくようになります。この量やサイズを変更することによって質感を変更することができます。さらに複雑度というところを変更することによって、さらに細かく調整することもできますね。加えてこの変形のところから水平方向というのを変更することによって、横方向にのみこのシェイプを歪めていくことができるようになります。こんな感じにするとグリッチっぽくなるんですけれども、これは後々グリッチのところで説明していきたいと思いますので、今回はエッジをぼかすというところで考えてみるといいかもしれません。テキストやシェイプに質感を加えるときに参考にしてみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて30個目はポスタリゼーション時間について説明していきます。ポスタリゼーション時間というのは時間を表示するフレーム数を変更する効果です。ということで、まずはあらかじめこんな感じでシェイプが2つ同じ動きをするものを作っております。これは2つとも全く同じ動きをしております。今回はこの画面の下半分だけにエフェクトをつけていきたいので、長方形シェイプをこんな感じで下のところに被せてあげましょう。そして実はこの調整レイヤーのスイッチを押すことによって、このシェイプが調整レイヤーになるんです。そしたらこのエフェクトのところからポスタリゼーション時間というのを探し出してこいつを適用しておきます。するとフレームレートというのが表示されます。フレームレートというのは1秒間に何コマで表示するかなんですけれども、これを例えば8という風に設定すると1秒間に8コマだけでしか表示されないので、こんな感じでカクカクしたアニメーションを作ることができます。どういう時に使うかというと、ストップモーションとかをコンピューター上で作りたい時とかにはこんな感じでフレームレートを下げたりしますね。ちなみに無理やりフレームレートを変える方法としては、コマンド K を押してコンポジション設定を開くとフレームレートというのが表示されるので、このフレームレートを変更することによっても、実はフレームレートを変更することはできます。ポスタリゼーション時間というエフェクトを適用している分、エフェクト分の処理が必要なので、ポスタリゼーション時間の方がもしかするとコンピューターの処理に時間がかかるかもしれません。ということで、ストップモーションとか、ちょっとしたカクカクするアニメーション作りたい時とかには参考にしてみてください。じゃあ次行くよい。続いてご紹介するのは Wiggle の動きです。Wiggle というのは振動です。位置だけではなくてスケールだったり回転とかにも Wiggle はかけることができますが、今回はわかりやすく位置に関してかけていきます。ということで Wiggle の付け方なのですが、まずはこの位置の隣のストップウォッチをオプションキーを押しながらクリックをします。するとこんな感じで小窓が出てきて、ここに文字を入力することができるのですが、ここに Wiggle カッコという風に書いておきます。そしてこのカッコの中に数字を書いていきます。今回は左に2、そして右に10という風に書いておきます。この左の数字というのが周波数です。つまり1秒間にどれぐらい動きますかというのを示しています。そして右の数字10というのが強さを示しています。つまりどれぐらいの強さで動きますかということですね。するとこんな感じで周波数は小さいので動きはゆっくりですけれども動く量は大きいようなそんな動きが出来上がります。続いてこの Wiggle の数値を逆にしてみましょう。今度は周波数が10で強さが2にしてみます。すると動きのスピードは速いですけれども動く量としては小さい、そんな初期微動みたいな感じの動きが出来上がります。
これがこの Wiggle の基本です。覚えてしまえば結構簡単ですね。実はこの Wiggle っていうのはもう一つやり方があります。エクスプレッションだとこのレイヤーがある範囲全てに動きが適用されてしまいます。ということで続いてはキーフレームで動きをつけていきます。こんな感じで最初と最後にキーフレームをとりあえず打っておきます。そしたらウィンドウのところから Wiggler というのがあるのでこのパネルを開きましょう。そしてこのキーフレームを2つとも選択するとこの Wiggler というところを設定することができるんですけれども、先ほど説明した周波数と強さがここで設定することができます。ということでここで周波数2、そして強さを10として適用を押しておくことによってこの間にキーフレームが打たれます。するとさっきとはちょっと違った動き方なんですけれども、周波数が2で強さが10の動きが出来上がります。これはキーフレームなので動き方をそれぞれ指定することができる、そういったメリットもあります。今度は逆に周波数を大きくして強さは下げてみましょう。するとこんな感じでブルブルと動くようになります。キーフレームで打っておくとキーフレーム補助だったりとかいろいろとカスタマイズできるのはいいかもしれませんね。こんな感じでモーションブラーなんかもつけちゃったりとかしてね、いろいろとやろうと思えばいろんなことができるかもしれません。意外と1以外にもいろいろと使えるので、ぜひともこの Wiggle のアニメーションを作ってみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて32個目は点の接続を説明します。こんな感じで点に合わせて線が動いてますね。棒人間とかの関節の動きに使えるかもしれません。ということで今回は分かりやすくペンツールを使って線のみにしておいてから画面に三角形をこんな感じで描いておきます。すると頂点は3つになります。ということで三角形を作成し終わったら上のウィンドウから Create Nulls Path というのを選択しておきます。これはつまりパスからヌルを作るという意味なんですけれども、早速作っていきましょう。シェイプレイヤーからまずはパスを選択しておきます。そしたら今度はポイントはヌルに従うというのを選択しておきます。こうするとどうなるかというと、ポイントつまり三角形の頂点はヌルオブジェクトに従うようになります。タイムラインにはヌルオブジェクトが3つ作成されていますね。これでヌルオブジェクトの位置を開いてみて、位置を動かしてみると、こんな感じで三角形の頂点がヌルオブジェクトに従うようになります。そしたら今度は作例でお見せしたように楕円形ツールを使って円のシェイプを描いておきましょう。楕円パスを開いておいて、サイズの方はこんな感じで小さくして10ぐらいにしておきましょうか。あとはこのシェイプレイヤーの位置を開いておいて、ヌルオブジェクトの位置に合わせてこんな感じでエクスプレッションピックウィップをつなげれば OK です。これでこのシェイプレイヤーがヌルオブジェクトと同じ位置になるようになります。あとは他のシェイプレイヤーも同様の作業をしていきます。複製しておいてから位置のエクスプレッションをまた別のヌルに接続していきます。さあこれでヌルオブジェクトを動かすと丸いシェイプと三角形の頂点が同時に動く、そんな動きができるようになりました。今回はヌルオブジェクトで全て動かすことができるので、このシェイプレイヤーは全て選択しておいてからシャイレイヤーをオンにして全て一旦隠しておくといいかもしれません。そうするとヌルオブジェクトだけでいろいろと動かせるようになります。あとはキーフレームとかは自然に打つことができるので、微妙に動かしてみるといいかもしれません。今回は三角形でしたが、他にもいろいろと作ってみたり、複製したりとかして、背景素材だったり、幾何学模様を作ってみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて33個目はモーションブラについて説明していきます。モーションブラというのは日本語で直訳すると動きのブレということなんですけれども、今回は3つほどやり方をご紹介していきます。ということでまずは関係のないスターツールでお星様を作る方法です。スターツールをダブルクリックして作成しておいてから、大きさを変えたいときはこの内半径と外半径を2つとも動かす必要があるのですが、正直これはめんどくせえなと思ったところで、この内半径のピックウィップを外半径に接続、そして最後に割る2という風に打っておくと、外半径を動かすだけでこんな感じで均等に星が動くようになります。ここは今回のモーションブラとは関係ないんですけどね。さあということでまずは動きを作っていきましょう。星を画面の外に配置しておいて、位置のところでキーフレームを打ちます。そしたら動きが速いほどブレも大きくなりますが、今回はこんな感じで星が右上から左下へと動くようにしておきましょう。一旦これでいきます。そしたらまず1つ目の方法ですが、こちらのモーションブラスイッチというのを押すことによって動きに対してブレを作ることができます。ただこの方法だと場合によってはリアルに見えないことがありますので、その他の方法も見ていきましょう。エフェクトからエコーという風に打って、このエコーのエフェクトを適用します。これはつまり動きを複製する動きです。
このエコーに関しては後に説明するんですけれども、エコー時間の間隔を狭くしてみたり、減衰の数値を下げてみたりすることによって、シェイプが複製、そして徐々に消えていくことによって、動きのブレのようなものを再現することができます。こんな感じですね。もちろん先ほど使ったモーションブラーを組み合わせたりすることもできます。これでさっきよりも多少はブレ感は出たかもしれません。そしてもう一つ方法としては CC フォースモーションブラーというのがあります。この CC フォースモーションブラーは映像内の動きを解析してくれて、その動きに応じてブレを自動的につけてくれます。もし最初に紹介したモーションブラーのスイッチが入っている場合は、このネイティブモーションブラーというのをオンにすることによって、そのモーションブラーも反映してくれることになります。あとはこのモーションブラーサンプルズとかで調整してみてはいかがでしょうか。実際映像の中でモーションブラーを合成するときは、その映像の他のブレを見ていきながら調整していくのが一番かと思いますが、この3つの方法を使い分けていきながら自然なモーションブラーを作成してみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよ。続いて34個目はパンクと膨張について説明します。パンクというのはなんか尖らせるようなイメージで、膨張は膨張です。今回はコンテンツの追加について見ていきましょう。ということで、ここにあらかじめ四角形を書いておりますが、このシェイプレイヤーのコンテンツの追加のところからパンク膨張というのを適用してみます。すると四角形がちょっと丸くなりました。このパンクと膨張を開いて量のところを調整することでパンクと膨張両方使うことができます。例えば量をマイナス方向に広げていくと四角形の辺の部分が縮小されてトゲトゲした印象になります。または逆に量を広げていくと丸っぽくなっていって、どんどん長方形の辺が引っ張られていくような形になります。こんな感じで謎のシェイプを作ることができるんですね。これが何に使えるかということなんですけれども、例えばこのシェイプをコマンドシフト C でプリコンポーズをしておきます。そしてエフェクトから CC レプタイルというのを適用しておきましょう。サイズは若干小さくしておいて、これでエクスパンドライトとかエクスパンドダウン、エクスパンドレフトいろいろと広げてみると、こんな感じでパターン背景みたいな感じができます。で、中身のシェイプとかはね、こんな感じで回転のところにエクスプレッションを追加してタイムとかで常に回転させてあげます。そうするとこんな感じで常に回転するパターン背景みたいな感じでできますかね。とりあえずパンクと膨張に代表するコンテンツの追加からいろいろとシェイプの形を変えられるということは覚えておくといいかと思います。じゃあ次行くよい。続いて35個目は波形について説明していきます。波形は自然界にある揺らめきとか波状の動きを作るときにめちゃくちゃ便利なエフェクトです。ということでまずはペンツールを使ってこんな感じで白い線を引いておきます。そしたらエフェクトのディストーションの中にある波形ワープというのを探してこちらを適用。通常だとこんな感じで波形が左から右に動くような動きが出来上がってます。この波形の幅で間隔を変えたり、波形の高さで高さを調整することができます。他にも速度とか色々とありますね。そしてこの固定のところで左エッジというのを選択すると、左側を中心に波が動くようになります。なので、例えば煙の動きとかを作りたい時とかは、この波形ワープの固定左エッジとかを使って、この動きを利用したりとかします。ただ、こんな感じで方向を縦に変えてしまうと、今度は左エッジじゃうまくいかなくなるので、固定のところを下エッジに変更しておいて、方向は0度にしておきます。こんな感じでちょっと方向とかが難しいかもしれませんが、慣れると色々と使えますので、ぜひともやってみてください。で、もう一つだけよく使うものとして、例えばこんな感じでシェイプレイヤーでどこかで見たような国旗を書いておきます。そしたらこの国旗に対して波形ワープを適用しておきましょう。これで左エッジにしておくと、左に棒が刺さっているような国旗とかだと、こんな感じでハタハタと揺らめくようになります。こんな感じで結構使いどころはありますよね。ということで、ぜひとも波形ワープでいろいろと遊んでみてください。じゃあ次行くよい。続いて36個目はエコーについて解説します。モーションブラーのところでも説明しましたが、エコーでは同じ動きを複製していきます。ということで、今回は位置と回転に対してキーフレームを打っております。四角形の中心に棒が突き刺さっていて、それが転がるようなイメージです。速度グラフはこんな感じになっております。もしまだ慣れていない人はこの動きから作ってみてください。そうしたらここにエフェクト&プリセットからエコーを適用します。するとこのような感じでシェイプが複製されて見えます。このエコーの数を例えば5にすることによって、このような感じで同じ動きが後ろからついてくるような動きになります。エコー時間というのがマイナスになっていますが、これはつまり後からついてくるということです。プラスになっていれば手前に複製されることになります。このエコー時間の間隔が短いほど細かく表示されます。
他に減衰というところの数字を下げると、後に行くにつれて徐々に不透明度が下がっていきます。これで残像やモーションブラのような動きを作ることができますね。このエコーというのは映像に対しても行うことができますが、このまま使ってしまうと明るさで合成されて映像自体がかなり明るくなるので、エコー演算子のところから最小にしてあげることによって複製された箇所だけをエコーで表示することができます。シェイプの時はあまり考える必要はないかもしれませんが、映像を使う時とかはこのエコー演算子というのを変えてみるといいかもしれません。ってことでいろいろと活用してみてください。じゃあ次行くよい。続いて37個目はグリッドについて説明していきます。グリッドはその名の通り、定規とかメモリとか、あとはノートとかでよく見るようなグリッドを作っていきます。背景素材とかに使えるかもしれませんね。ということで作り方は簡単。新規平面を作成しておいて、ここに描画の中のグリッドを適用します。するとこんな感じで格子模様が出来上がります。グリッドサイズのところから種類を変更することによって見せるグリッドを変更することができます。現在はコンポジション自体が正方形なので、グリッドサイズをコーナーポイントにしていても正方形で見えるようになっています。またコーナーというのは中心からどれくらい離れているかで幅を決めることができます。このグリッドサイズのところを幅スライダーというのに変更すると、幅によってグリッドを正方形で設定することができます。他にボーダーで線の太さを決めることができますが、ここでボーダーをいろいろと決めてみるといいかもしれません。またグリッドを反転にチェックを入れると反転することもできます。もちろんカラーを変更するとこんな感じでマトリックスの世界観みたいなのも作ることができますね。ついでにこれに似たエフェクトももう一つ紹介しておきます。エフェクトからチェッカーボードというのを探し出してこれを適用します。するとチェッカーボードのような柄が出来上がりますね。これも同じ描画の中に入っているので、基本的にグリッドの使い方が分かればこちらも問題なく使用できるかと思います。描画の中には他にもいろいろとありますので、ぜひとも触ってみてはいかがでしょうか。じゃあ次行く。続いて38個目はグリッチを見ていきましょう。グリッチは映像の不具合とかで映像の一部もしくは全体が細かく歪んだりしていくエフェクトです。実はちょっとラフのところでも解説しました。ということで早速作っていきますが、あらかじめこんな感じで長方形を設定しております。このシェイプは何でもいいです。そうしたらエフェクト&プリセットのところからディスプレイスメントマップを適用します。このディスプレイスメントマップというのは縦方向や水平方向に置き換えることができるエフェクトです。じゃあ何に基づいて置き換えるのかというと、これは明るさだったりとかするんですけれども、ここで明るさのマップを作っていきます。再び新規平面を作成しておいてから、ここにエフェクトからフラクタルノイズを適用します。ノイズの項目で解説したやつです。そうしたらこのフラクタルノイズを開いておき、トランスフォームから縦横比を固定のチェックを外します。そしてスケールの高さを下げることによって横方向にこんな感じで長いノイズが出来上がります。あとはコントラストや明るさを調整しておいて、こんな感じで横長のノイズを作っていきましょう。さらに下の方にある展開のストップウォッチをオプションクリックでエクスプレッションを追加します。そうしたらエクスプレッションのところにタイムのエクスプレッションを追加していきます。今回はタイム ×100 という風に動かしておきましょう。ここはそこまで動かしておく必要はないかもしれません。そうしたら先ほどの長方形のディスプレイスメントマップに戻ります。このマップレイヤーから今選択したフラクタルノイズのレイヤーを選択しておきます。今回はフラクタルノイズはエフェクトとして適用したので、その隣のソースと書いてあるところからエフェクトとマスクを選択します。するとエフェクトを反映するようになります。ここで最大水平置き換えの数値を上げることによって横方向にブレるようになります。最大垂直置き換えは0にしておきます。さあ、そしたらこの最大水平置き換えにキーフレームを打っておいて、このキーフレームを上げておくことによって若干グリッチを作っていくことができます。こんな感じで一瞬ブレるようなグリッチが出来上がりました。先ほどフラクタルノイズで展開を動かしたかと思いますが、展開では流れるようにノイズが動きました。そうではなくてランダムにノイズを動かしたいときは、下のランダムシードのところにオプションクリックを押します。そしてここでもタイムのエクスプレッションを適用しておきましょう。するとノイズの動きがランダムになるため、このグリッチのエフェクトもさらにランダムに表示されるようになりました。続いてこのグリッチに色を追加していきたいと思います。この長方形レイヤーに対して VR 色周差でもいいのですが、今回は色かぶり補正で細かく作ってみましょう。色かぶり補正を適用したら、ホワイトマップのところを赤に設定して、色を赤に設定しておきます。
そうしたらこのレイヤーを複製しておいて、次はこの色を青に設定しておきます。この RGB と書いてあるところで青っぽくしておきましょう。そうしたら最後に再びレイヤーを複製しておいて、ここでは色を緑に設定しておきます。これで OK。上の2つを選択しておいて、合成のモードからスクリーンに設定します。RGB が綺麗に重なっている場合、色は白になりますが、このままだと最初とあまり変わりませんね。そこでこの最大水平置き換えのキーフレームを打ったところを表示しておいて、このキーフレームをそれぞれずらしてあげましょう。さあ、するとこんな感じでずれたところは先ほど設定した色が重なって見えるようになります。これがグリッチの基本です。グリッチにもいろんな種類がありますが、今回はこの基本的なグリッチを応用してみながらいろいろと試してみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて39個目はディストーションです。ディストーションというのは歪みのことですが、今回はいろんな種類の歪み方を見せていきます。まずよく使う歪み方としてタービュレントディスプレイスのエフェクトを使っていきます。とその前に新規調整レイヤーを作成しておいてから、ここにタービュレントディスプレイスを適用します。調整レイヤーを作成することによって、このレイヤーよりも下のレイヤーすべてに歪みのエフェクトを適用することができます。タービュレントディスプレイスを適用すると、サイズで細かさだったりとか、量を設定することによってどのぐらい歪ませるかを設定することができます。例えば量を0にしてキーフレームを打っておき、徐々に量が上がるようにしておくと、この棒線がどんどん歪むようになります。こういう歪みのエフェクトはめまいとかを表現するのに使われます。またタービュレントディスプレイスの変形のところを変更することによって様々な歪め方をすることができます。では続いて他のエフェクトも見ていきましょう。このエフェクトのスイッチはオフにしておきます。そしてエフェクターのプリセットから今度はバルジを適用しておきます。これはバルジの中心を決めることによって、そこを中心に膨らませていくような歪み方をすることができます。虫眼鏡のような表現を作ったり、あとはショックウェーブや衝撃波を作るときとかにも結構使います。これも水平半径と垂直半径を設定することによって歪み方を決めることができますね。またキーフレームを打つのであれば、バルジの高さにキーフレームを打っておいて、こんな感じでバルジが0の時は通常通りで、バルジの高さを大きくすることによって膨らませる、そんな表現も作ることができます。これで衝撃波のような感じも作ることができます。また他のエフェクトとしてミラーを適用しておきましょう。このミラーというのはその名の通り鏡です。つまりこの反射の中心を決めて、そこを中心に反転させたり、そこを中心に鏡状に反転させることができます。反射角度を設定することによって反射の角度を決めることができますね。他によく使うエフェクトとしてはメッシュワープというのがあります。メッシュワープを適用することによって画面上にメッシュが出現するのですが、ここの角をドラッグ&ドロップすることによって映像をコネコネとこねくり回して歪めていくことができます。これも歪みとして面白いですね。さらに別の歪みとしてはレンズ補正というのもあります。このレンズ補正では通常は広角レンズとかを補正するときに使ったりとかするのですが、単純に視覚効果としても面白いです。この視界の数値を上げることによってこんな感じで丸っぽくなっていきます。魚眼レンズで見たような感じですね。またこのレンズディストーションを反転というのにチェックを入れることによって今度は反転してしまうので、こんな感じでエッジの部分が広がるようになります。これで補正をするといい感じになります。続いてディストーションの中にある回転というのを適用してみましょう。この回転というのは角度を大きくしていくことによって、まるでかき混ぜたコーヒーの中にミルクを落とした時のようなそんな感じの歪み方をさせることができます。これもトランジションとかで使うと面白かったりしますね。ということでディストーションのところには様々な歪め方をさせることができる機能が揃っていますので、いろいろと試してみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて40個目はフレアについて解説をしていきます。フレア、つまりレンズフレアなのですが、これを使うことで太陽からカメラまでいろんな光の表現を作ることができます。ということでまず新規平面を作成しておきます。この時映像の上に直接合成するのであれば映像に直接レンズフレアを適用すればいいのですが、別にレイヤーを分けておきたい時は平面の色は黒にしておくと後々合成しやすかったりします。ということでここにエフェクト&プリセットからレンズフレアを適用しておきましょう。ここで合成した時に例えば違う色の平面とかを作ってしまうと、こんな感じで平面の色とレンズフレアの色が重なってしまうので黒にしておくと良いです。
また余談ですが、もっとリアルでいろんな種類のレンズフレアを使いたい人は、このビデオコーパイロットという会社が提供している有料のレンズフレアのエフェクトを使うと、かなりいろんなレンズフレアを使うことができます。とはいえ、通常のレンズフレアでも3種類ほど選ぶことができます。このレンズフレアの面白いところとしては、こんな感じで画面内をドラッグ&ドロップすることによって、フレアの場所を決めることができます。また、レンズの種類から3種類ほどレンズフレアの種類がありますので、ここから選択して選ぶことができます。そしてこのフレアの明るさというところで明るさを決定することができますので、ここにエクスプレッションを追加していきましょう。オプションクリックをしておいてエクスプレッションの記入ができるところになったら、ここに今回はランダムという風に記入しておきます。この括弧の中には2つの数字を記入していきますが、この2つの間の数値をランダムに取ることになります。今回はランダム60、100という風に打っておきます。これで再生してみると、レンズフレアの明るさが60から 100% の間のランダムの数値になります。なのでこんな感じで映像で見てみると、ちょっとキラキラと光るような感じになりますね。個人的にはこれを使った上で、例えば雷に合成してみたり、太陽の光として合成してみたりとか、いろいろと使ったりとかしています。また個人的に好きな表現としては、この数値を割る10、6から10の間に設定しておくと、こんな感じで1点だけ光るようになります。この光をパーティクルとして使っても面白いかもしれません。ということで個人的に好きなエフェクトでもありますが、レンズフレア実際に試してみてはいかがでしょうか。じゃあ次グイ。続いて41個目はランダムについて解説していきます。前回レンズフレアの箇所でも触れていきましたが、今回は位置に関してランダムを使っていきたいと思います。ということで今回はこんな感じで長方形ツールで真ん中にシェイプを作っております。そしたらまずはランダムの基本として不透明度を見ていきます。不透明度の時計マークのところをオプションクリックをしましょう。そしてここのところにランダム、そしてカッコという風に書いておきます。ここで例えば50、100という風に書いておくと、この50と100の間の数字をランダムに取るようなアニメーションが出来上がります。これがランダムの基本でしたね。このカッコの間の数字をランダムに取るというのを覚えておけば、1でランダムを使うときも簡単です。1のエクスプレッションメニューのところに、この四角いカッコの方を記入しておきます。この四角いカッコでは、1に対して指示を行うことができます。今回はまずランダムと書いておいてから、試しに左は0、そして右は200と書いておきます。つまり0から200の間の数字をランダムに取るようになります。続いてまたランダムの外にコンマを打って、ここにまたランダムと書いておきます。そしてここにもまた0から200というふうに書いておきます。これはどういう意味かというと、四角いカッコの左側が X 軸、そして右側は Y 軸を示しています。これがわかると、こんな感じで X 軸、Y 軸ともにランダムにこんな感じで動くようになりました。1に対してエクスプレッションを記入するときは、この四角いカッコを使うというふうに覚えておくといいかと思います。では、この 3D レイヤーのスイッチをオンにするとどうなるでしょうか。すると Z 軸もまた記入することができます。ここにランダムと記入しておいて、ここに-200、そして0というふうに記入しておきましょう。するとこんな感じで四角形が Z 軸にも対応するので、一見見たところ四角形の大きさがバラバラに変わるようにもなりました。今回はランダムのエクスプレッションを使ってみましたが、位置に関しても他にエクスプレッションを打ちたい時とかは、ぜひとも試してみてはいかがでしょうか。じゃあ次グイ。続いて42個目は軌道回転について解説していきます。軌道回転は何かを中心に回転させるという意味です。ヌルオブジェクトの使い方について解説していきます。ということでまずは楕円形ツールをダブルクリックして円を作っておきます。こんな感じで適当に丸のサイズを変更しておいてから位置なんかを調整していきます。位置は画面内をドラッグ&ドロップして移動させることができますが、シフトキーを押して水平方向に移動させることもできます。また、このアンカーポイントというのを動かすことによって、この丸の中心を変更させることができます。通常であれば回転を動かすと、このシェイプ自体が回転するようになります。これはアンカーポイントが中心にあるからです。このアンカーポイントをずらしておくと、こんな感じで回転をさせると、そのアンカーポイントを中心にこのシェイプが回転をするようになります。ということで、このシェイプを複製して、これまた回転をさせると、こんな感じで簡易的な軌道回転をすることができます。ただ今回はヌルオブジェクトを使って複数作成したオブジェクトを制御していきましょう。ということで、この円のシェイプはオプションキーを押しながらドラッグして画面の至るところに配置をしておきます。
またそれぞれドラッグ&ドロップしてコマンドシフトキーを押しながらサイズなんかも好きに調整しておきましょう。こんな感じでシェイプを配置した後に全てのアンカーポイントを中心に配置するのはかなり難しいです。ということでこの上に新規ヌルオブジェクトを作成しておきます。ヌルオブジェクトはもともと真ん中に配置されておりますので、これら全てのシェイプレイヤーを選択しておいて、この親と子のリンクをヌルオブジェクトに接続してあげます。するとこのヌルオブジェクトの動きに沿ってこのシェイプも回転するようになります。なので回転もヌルオブジェクトを回転させるだけで、その他全てのシェイプが回転するようになります。ということでここは回転にエクスプレッションを追加しておいて、タイム ×30 と打ってこんな感じで永遠に回るようにしておきましょう。こうすることによって全体の動きとしては常にぐるぐると回っていますが、シェイプはシェイプで個別の動きをさせることができるようになります。ということで位置を好きなように動かしておくと、こんな感じで全体は回転しつつもシェイプ自体は好きに動くようになりました。これが何に使えるのかというと、いろいろとありますが、例えばシェイプに対してフラクタルノイズを適用しておいて、適当に色かぶり補正とかで色を決めておきます。またシェイプを複製しておいて、こちらのシェイプに関してはサイズを小さくしておいて、色かぶり補正は外しておきましょう。そしてこの2つを回転させておいて、それぞれ親子付けで回転をさせておきます。またこいつらを小さくしておいて、中心に別のシェイプを作成しておいて、色とかを変更しておいてから、これはこれでまた別に回転をさせておきます。とこんな感じでざっくりと説明してみましたが、惑星の運動であったり、モーショングラフィックスを使う際には、複数の動きをまとめて制御するときに使えるかもしれませんので、ぜひとも参考にしてみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて43個目はモザイクについて解説をしていきます。モザイクは隠したいものを隠すときだけではなく、例えば画質を下げるときとかにも使えたりします。ということでここにあらかじめ準備しておいた楕円形のシェイプがあります。ここに対してモザイクのエフェクトを適用しましょう。この水平ブロックの数値が大きくなるほどピクセル数が細かくなります。これを使うことで一時的に画質を下げたような表現を作ることができます。またシャープカラーを適用すると見え方も変わりますので、これでやってみるといいかと思います。とはいえこのモザイクにはマスクが存在していないため、一部分だけ隠すのがちょっと難しいです。そういう時は調整レイヤーを作成しておいて、ここにモザイクを適用します。そして調整レイヤーに対してマスクを適用して、これでモザイクをかけたい範囲だけを選択することによってモザイクを適用することができます。今回はこんな感じで下半身の部分に適用しておきます。このモザイクはスタイライズの中に入っていますが、他にも例えばブラシストロークみたいなものを適用すると面白いエフェクトになりますので、このモザイクだけではなくてこのスタイライズからいろいろと適用してみると良いかと思います。じゃあ次行くよい。続いて44個目にご紹介するのは極座標です。極座標は直線を円に変えたり、逆に円形のものを長方形状に変えることができます。使い方は至ってシンプルで、このようにあらかじめ作成しておいた直線に対してエフェクトから極座標を適用しておきます。この補完を 100% にすることによって曲線から長方形に変えることができますが、今回は長方形から曲線に変えていきたいので、こちらを選択しておきます。そして補完が 100% なのでこんな感じで円形になるわけですね。これは例えばオーディオスペクトラムなど線の状態で作ってしまったエフェクトとかに対して極座標を適用することによって円形で表示することができます。なので一つ参考としてぜひとも使ってみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて45個目にご紹介するのは落書きのエフェクトです。線を落書き風にする際に使ったり、あとはテキストのアウトライン化についてもご紹介していきます。ということでまずは新規平面を作成しておきます。ここにペンツールを使って適当にぐにゃんぐにゃんとマスクを切っていきます。キーボード V を押せばマスクを解除することができます。このマスクに対してエフェクトから描画の中にある落書きを適用しましょう。するとこんな感じでマスクを作った内側のところに落書き模様が出来上がります。この落書きのエフェクトは適用するだけで動きがつけられるエフェクトです。この塗りの種類のところからエッジ中心というのを選択すると、このマスクの線の中心のところに落書きが適用されるようになります。ちなみにこのマスクなんですけれども、終了と開始点を決めることができます。なので線の描画アニメーションを作りたい時とかは、この終了の数値を下げていくことによって徐々にこの線が現れるようになったりとかします。またこの角度を変えてみたりとか線の幅を変えたり、またストロークオプションを開いてカーブとかをつけていくことも可能です。
細かく落書きを編集することができるんですね。ということで、これを例えばテキストに対して適用したいとしましょう。今回はテキストで適当にメソという風に打っておきます。このメソのテキストに対して右クリックから作成、そしてこのテキストからマスクを作成というのを選択します。するとテキストレイヤーの上にメソのアウトラインが出来上がります。このメソのアウトラインに対してエフェクトから落書きを適用しましょう。今現在は単一マスクになっておりますが、ここすべてのマスクに選択することによって、こんな感じで全てのテキストに対して適用されるようになります。今回はエッジの内側の方にしておきます。とはいえ、ここで目の部分を大きくしてみると、内側のところがあまり反映されていないように見えます。こういう時はこの一番下のモードを使用する全てのマスクというのを適用します。するとこんな感じでひらがな特有の中心の部分だけが開くようになります。こんな感じで落書きのエフェクトをいろいろと使ってみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて46個目はストライプについて説明していきます。ストライプは背景素材に使えたり、あとはテキストの影とかに使うと結構おしゃれな感じでいい感じのデザインが出来上がります。ということでまずはここにシェイプレイヤーを作成しております。このシェイプに対してエフェクトからブラインドを適用しておきましょう。このブラインドの変換終了を 50% にすることで、ブラインドが半分だけ開いている状態になります。ここで方向を45度とかに傾けておくと、斜めにブラインドが適用されている状態になります。他にここに使えるエフェクトとしてディストーションのオフセットを適用してみます。このオフセットを使うことによってエフェクトを X 軸と Y 軸でずらしていくことができます。ということで中央シフトの X 軸を動かしてみますが若干ずれていますね。こんな時は幅とかを微調整してこのストライプ模様がぴったり重なるようにしておきます。あとは中央シフトにキーフレームを打っておき、この数値を動かすことによってストライプ模様が動くようになります。あとは下のところに平面レイヤーとかを作成しておくと、これだけでもいい感じの背景素材が出来上がります。ちなみにこのブラインドは英語ではベネチアンブラインドと言いますので、ぜひとも覚えておいてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて47個目にご紹介するのはシャドウです。今回は簡単につけられるドロップシャドウとご覧のような伸び縮みできるちょっと難しいシャドウの作り方をご紹介していきます。ということで影をつけるということでテキストツールで影と書いておいてこれを真ん中に配置しておきます。まずは簡単に作れるドロップシャドウの作り方です。テキストレイヤーに対して右クリックをしてレイヤースタイルからドロップシャドウを適用します。あとはドロップシャドウの項目を開いてここでシャドウのカラーから色を選択することができます。シャドウのサイズが大きいとちょっとボケてしまいますのでくっきりした影にしたいときはこんな感じにしておきましょう。他にこのレイヤースタイルから境界線を追加したりとかして YouTube とかでよく見るテロップとかも作っていくことができます。これが一つ目のやり方です。とても簡単ですね。続いて二つ目のやり方として今度はエフェクト&プリセットからドロップシャドウを適用します。これも先ほどとやり方は同様です。ドロップシャドウのエフェクトを適用しておいてからここでは距離を若干つけておきます。レイヤースタイルとは違ってエフェクトは何度も付け直すことができるためこのドロップシャドウをコピーしてめちゃめちゃ貼り付けていくことによってこんな感じでちょっと立体的な影を作っていくこともできます。ただエフェクトをいっぱいつけるとレンダリングするのにかなり時間がかかります。そこで今回はもう一つ別のやり方をご紹介していきます。ということでまずはエフェクトから塗りを適用します。この塗りのところで影の色を設定することができます。そうしたらお次にエフェクト&プリセットから最大最小を適用します。この最大最小というのは簡単に言えばピクセルを伸ばしたり縮小させたりすることができるエフェクトです。ということでここでは半径を50ほどに設定しておきます。そうしたらこのチャンネルというところからアルファとカラーというのを選択しましょう。これでご覧の通りピクセルが増えていってめっちゃよくわからないほど広がっています。そこでこの方向のところから垂直だけというのを選択します。すると垂直方向に伸びる形になるのでこれが今回作るドロップシャドウの縦長バージョンとなります。そうしたら今度はエフェクトからトランスフォームというのを適用していきます。このトランスフォームはエフェクトを移動させるのに便利です。これで位置を動かしていくことができます。とはいえこのままだと元の文字が見えない状態です。ということで続いてエフェクトから CC コンポジットというのを適用します。この CC コンポジットというのはエフェクトを適用した後に最後に元のイメージを表示するエフェクトです。ということでこれを適用すると元の文字が見えるようになってきています。
あとはこのトランスフォームで位置を調整しておきましょう。この位置の数字ですが Y 軸が150の時にぴったりになります。これを見てお分かりの通り、先ほど設定した最大最小の半径が50だから150です。プラス50になっています。逆に半径を20にしておくと位置は120で OK になります。さあ、これが分かればエクスプレッションを追加していくことができますね。このトランスフォームの位置に対してオプションクリックでエクスプレッションを追加しておきます。そしたらエクスプレッションの左側、位置の X 軸ですが、これはそのままでいいので X 軸に接続しておきます。そうしたら続いては右側、Y 軸の方ですが、こちらも一旦 Y 軸に接続しておきます。そしてここのところにプラスという風に記入します。そうしたらエクスプレッションピックウィップを引っ張って最大最小の半径へと接続します。これでトランスフォームの位置は X 軸はそのまま、Y 軸は半径をプラスにした数値になります。あとは半径の数字を上げることによって自由にこの影を伸ばしていくことができるようになります。少しエフェクトが多くて理解が難しかったかもしれませんが、ドロップシャドウを作ったら続いては応用としてこの伸びる影を作ってみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いてはテキスト表現についてご紹介していきます。今回はこの文字のコードについてご紹介していきます。ただテキストの表現はいろいろとあるので、ここでは基本を見ていきましょう。ということでまずはテキストツールで適当に文字を書いておきます。今回はバビロンととりあえず書いておきました。そしてこのテキストレイヤーを開いてアニメーターのところから文字のオフセットというのを選択します。この文字のオフセットというのを動かすことによってこんな感じで文字が適当な感じで動きます。ここにキーフレームを打っておいてしばらく進めておいてから文字のオフセットを0に戻すことによって元の文字であるバビロンが出現します。こんな感じで文字に対してはアニメーターを追加することによって様々なエフェクトを追加することができます。他に文字コードというのがありますが、この文字コードの範囲セレクターの開始のところからキーフレームを打っていくことによってこんな感じで文字が1文字ずつ文字化けしたような感じから出現するようなエフェクトとかも追加することができます。こんな感じで文字のアニメーターというのもありますので、テキスト表現を作りたい時とかには参考にしてみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。続いて49個目はグローのエフェクトについてご紹介します。何かを光らせたい時とかには今回ご紹介するグローを参考にしてみてはいかがでしょうか。ということでまずはこんな感じで楕円形を書いております。エフェクトからグローを探してこちらを適用します。このグローのエフェクトですが、一度でグローを作ろうとするのではなくて、いくつか重ね書きしてみると良いかもしれません。例えば一つ目のグローのエフェクトではこんな感じで内側の光を表現しておきます。そしたら今度は内側ではなくてグローの広がりを表現したいということで、このグロー半径を上げていきます。このような感じでグローのエフェクトは何度か複製していきながらいい感じにできないかを探してみてください。その他にグローを適用する方法もいくつかあります。例えばシェイプレイヤーやレイヤーの場合、こちらを右クリックしておいてレイヤースタイルから交際外側というのがあります。これは外側にグローをつけるエフェクトなのですが、ここからもグローの広がりとかを設定することができます。このグローの特徴としてはノイズというのがありますので、これでちょっとザラザラしたような質感を作り出すこともできます。ちょっとノスタルジーのある表現や紙のような質感を持ったモーショングラフィックスを作るときとかには、この交際外側というのが結構使えたりします。ただレイヤースタイルは重ね書きすることができないので、いろいろと他にやり方もご紹介します。またグローの作り方としてはブラーから作るという考えもあります。まずはこのレイヤーを複製しておきましょう。そうしたらこの複製したレイヤーに対してエフェクトからブラーガウスというのを適用します。そしてこのブラーガウスの数値を上げていきます。するとこのレイヤーがボケている状態なので光ったように見えます。今回は白いシェイプですが、映像などの場合はここのモードからスクリーンというのを選択することによって実際に光って見えるようになります。これがわかるといろんなグロー表現を作ることができます。例えばブラー方向というのを適用することによって縦方向に対してグローを適用することもできるようになります。またブラー放射状というのを適用することによってこのシェイプを放射状に拡散させることができるようになります。こんな感じで単にグローとは言ってもいろんなやり方で光らせる方法がありますので、あなたの表現に適したものを探してみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。さあそれでは最後50個目として色について解説していきます。
動きや形だけではなくて色について考えてみると印象が大きく変わります。ということでまずは基本ですが、テキストの場合はこちらテキストのパネルから色を選択することができます。そしてこの色に関してですが、エフェクトとして適用することもできます。エフェクトの中の描画というところには上からいろんなものを重ねて色をつけていくことができます。例えば基本的に塗りというものがありますが、ここで色を選択することができますね。そして色もまたキーフレームを打っていくことができます。例えば赤から緑に変化するようにしてみましょう。するとこのような感じで色がグラデーション的に変化していくようになります。ただこの時途中の色があまり鮮やかな色ではない時とかには個別に調整していくといいかと思います。グラデーションはその途中が結構重要だったりしますからね。ということでグラデーションの話が出たので、続いてエフェクトからグラデーションというのも適用してみましょう。通常グラデーションだとこのように2色選択することができます。こちらも2色色を決めておいて、グラデーションの開始とグラデーションの終了を決めることによって2色で表現することができます。またグラデーションには他にも4色グラデーションというものがあります。これはその名の通りグラデーションの種類が4種類あります。先ほど途中の色が大切ということを言いましたが、この4色グラデーションをうまく使うことによって2色のグラデーションだけではなくて途中の変化の色も選択することができます。またこの4色グラデーションは複製をしていくこともできます。複製をしておいてからこちらの描画モードでスクリーンなどに変更することによってグラデーションを上からいくつも重ね掛けすることができるようになります。これはなかなか複雑なグラデーションで初めての人はどうやって作るのかもわからないかもしれませんね。また色の変化の方法としてはエフェクトから色相サイドを適用する方法もあります。これを使うことによって色相を角度でずらしていくことができるようになります。こんな感じでグラデーションも動かしてみると綺麗に見えますね。またここではサイドや明度なんかも調整することができるので好きに調整してみるといいかと思います。ということでこれで50のモーションは終了です。わからない時やアイデアが欲しい時、また復習したい時とかにはモーションの表を見てみながらいつでもこちらの動画に戻ってきてくださいね。それではここまでご視聴くださりありがとうございます。またどこかでお会いしましょう。